んにちは。こんにちは。今日は直せるものは直して使うというタイトルでお送りしたいと思います。ね、私たちいろいろ考えて、物を選んで買い物をするような癖がだんだんついてきたじゃない？それでお気に入りが増えてきたから、そうするとやっぱり何かのことで壊れちゃったりとか、なんか使えなくなっちゃったりしたら直すっていう選択肢があることを一番に頭の中に思い浮かべなきゃいけないと思うんだけれども、本当にそう思う。自分のお気に入りを直すっていうこともあるし、この間のふみちゃんのね、ベンチ、手放す方がいらして、それをいただいて直すっていう話もあるよね。そうなんです。前回のねビューティフルリビングの、DIY ガーデンベンチのリメイクっていうビデオをやったんですけれども、お友達にいただいたもういらないんですって言われたベンチをペンキを塗り直して可愛くして、これから長く愛用したいと思っているんです。そういうのもありますよね。そう、お直しってお直しっていうのが直して使うっていうと、一番に頭に浮かぶのは洋服かなと思うんだけど、丈つったりとか、それから幅出したり狭くしたりとか、それからあと靴とかはね、結構そこを全部張り替えたりとかすると新品になってちょっと嬉しい感じ、それはよくやるものだと思うんですけれども、あとアクセサリーはあるよね。その辺が身近ですね。そうで、ちょっと私の例をここで2つほど見ていただきたいと思うんですけれども、ジーンズとそれからアクセサリー、カフスボタンですね。ちょっとご覧ください。はい。Just in case you had a preference of which one you felt matched better, or if you're happy for us to choose. You're the professional. Yeah, sure. That's okay.今ジーンズとカフスボタンを見ていただいたんですけれども、実は身近な例としてもう一個バッグっていうのがあってね、私4年ぐらい前に白黒のカゴバッグを買ってすごい気に入っていたんだけれども、割とその買ってすぐにね、それを持ってお友達のお家に行った時にご飯とおしゃべりに夢中になってて、ではって振り向いたら、そこのうちの子犬がものすごい静かにそこで私のそのバッグの取っ手をガチガチしてたみたいで細い取っ手が2本ずつついてて4本あるのが、もうその時点で3本なくなってたのね。もうそれはぁって思って。でお友達はすごいびっくりして「弁償するわ」とか言ってくださるんだけど「いや大丈夫」って言って、でちょっとショックって思いながら家に持って帰って、でしばらく考えて、で私ニュージーランドにいたんだけど、日本のサイトをいろいろ調べて、で革のものを修理してくれるっていう修理工房を見つけたのね。カバンの修理工房っていう名前だったけど、革製品全部いろいろ修理してくださるみたいで、そことやり取りをして、でカゴバッグってその取っ手と本体がもうつながって
同じ素材がつながってこう取っ手を編んであるから、結構取っ手だけを修理するって難しいだろうなと思ったんだけど、それをうまく皮を巻いてすごく綺麗に修理してくださったのね。それをちょっとお見せしたいと思います。はるちゃんもカバンの修理経験があるのよね。あんまりねないんだけど、唯一あるのは、旅行カバンのキャスターの取り替え、キャスターがダメになっちゃうじゃない。私重いものを運ぶからかなりそれでどうしようかなと思って、結構いいお値段はするんだけど、でもやっぱりそのキャスターが具合悪くって使うっていうのはすごいストレスだから、もうキャスターはしょっちゅうなんかダメになったらすぐ直して、で次の旅行に備えるっていうようなことをしてる。すごくいいと思う。私もやってます。はるちゃんは今回、他にお直しの映像というのは、器の金継ぎと、それからもう一つは漆器の塗り直しっていうちょっと映像を用意したんですけれども、金継ぎって綺麗なものよね。ちょっと私割と最近にお友達に直していただいて、ティーカップがすごく生まれ変わったのが嬉しくって、でもっと早くにねそうなのよ知ってれば、なんかそう今パッと思いつくだけでも1つ2つぐらい捨てなきゃよかったってやつ。私もある。すごい好きだったお酒の日本酒飲む時の杯と、それから急須すごく好きだったのをうっかり割ってしまって泣く泣く捨てたんだけど、取っとけばよかった本当よね。なんかやっぱり知ってるっていうこと、その直せるっていうことを自分の中でこうなんかちゃんとインプットしとかないと、直せるか直せないか、それから捨てるか捨てないかっていうのはさ、割と習慣に近いものが本当にそう、なんかその何かが壊れた時にこれ直せるかなって思うかどうかっていうのは本当に習慣よね。そうよね。だからその当時は未熟だったんですよ、私たち。そうなんですもう一つは漆器なんだけれども、島安藩工芸製作所さんっていう和歌山にある漆器屋さんのものを普段によく使っているんだけれどもね、丁寧に使ってるつもりでも、どうしてもやっぱり浅い傷とか、それからちょっとうっかりぶつけちゃったりとかすると、角が取れちゃったりとかしてね、でだんだんやっぱりなんかちょっと使えなくなってくるっていうような感じにはなっていたんだけれども、でその時にどうしようかなって思って、塗り直しっていうのをちょっとお問い合わせしてみたら、その部分っていうだけじゃなくてもう全部塗り直ししてくださったみたいなので、もう新品で帰ってきたの。やっぱりそういうこと、嬉しいね。そう、なんかお手間だとは思うんだけれどもね、なんかそういうことをしてくださる会社っていうのはやっぱりちょっといよいよ愛着は湧くっていうか、本当ね、またお願いしたいと思うわよね。そうなの。ちょっとその画像を見ていただこうかな。はい。はい。
漆器の続きなんだけれども、本当にね新品みたいになって帰ってきて嬉しかったし、まあね、もともとの島屋さんの製品っていうのは割と買いやすいお値段のものなのね。漆器といってもその輪島塗みたいな感じで何十万っていうものではなくて、本当に何千円の感じで、だからそのちょっと、古くなっちゃって欠けちゃったりとかした時に買い直すっていう方法もあったんだけど、もちろん買い直せる値段ではあったんだけれども、やっぱりそのなんかちょっと捨てたくないなっていうような気もわかるあって、で塗り直しをお願いしてよかったなと思って、だからなんていうのかな、値段じゃないなっていうような感じ。本当に、そうそう、いいものだから直してっていうような、その高かったものだからっていうのじゃなくって、なんか長く使っていきたいっていうような気持ちが強かったから、直していただいてよかったなと思って。すごくわかります。私のカゴバッグもそうなのね。あれやっぱりカゴバッグってそんなにもともとお高いものではないので、そう修理代とバッグのお値段がそんなに変わらなかったかもしれないんだけれども、でもやっぱりもともと気に入って使ってたバッグでそれを捨てなくて済むで長く使えるっていう喜びはやっぱりあるよね。値段じゃないと思います。ということで今日は何かが壊れた時に直して長く使うという選択肢を考えたいですねというお話をさせていただいたんですけれども、次回は、ニュージーランドの私担当でですね、買わない食べ物についてお話をしたいと思うんです。で、買わない食べ物ってどういう意味かっていうと、お店で買うものじゃなくって、なんか知り合い、なんかこっちはハンティングとか、だから釣りとかする人たくさんいるので、あと牛を育てていたりとかね、そういうなのでその知り合いにいただく食べ物とか、それから自分でその海とか、それからその辺で取ってくる食べ物とか、あとそれからもちろん庭で育てるものとかで、ふと気がつくと食卓のなんか大部分がそういうものだったりすることもあるので、ちょっとそれが嬉しくて、そういうお話をさせていただきたいと思っています。なんか贅沢ですね。本当にそう思います。贅沢だと思います。はい。約4週間後、来月半ばですねの、公開を予定しています。では今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。